ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いやー、ここに来るとね、自由に格闘ゲームの話ができるわけなんですけども、はい、格闘ゲーム以外では最近どうです？ハマってるゲームなどなどありますか？ありますよ。インスプリクションっていうカードゲーム。データインスクリプション、もうこれ以上話すのやめてください。ネタバレが重要なゲームなんで。そうなんですよ。俺も1名のボスしか倒してないから、俺もやりたいな。最近はね、寝る前にリーグオブレジェンドを1回やったりとか、そういう感じで生活してるんでね。なるほど、はい、じゃあマスターが最近ハマってるのはロールってことで大丈夫ですか？ハマって呼吸だよね。呼吸してるようにやってるから。呼吸してるって格ゲームは言いません？なんかよくさすがに呼吸してる、次ラストとか。次ラストは絶対にラストじゃない時に言ってます。そうなんですよね。次ラストっていう時は勝ったらね、勝ったら次ラスト。俺が気持ちよく勝てたらラストってことですか？さすが。だんだん分かってきました。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。マルチプレイヤーとして活躍されているお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。1人目のお客様は数の子選手。ハイセンスかつ強気なプレイスタイルでさまざまな格闘ゲームで活躍するトッププレイヤーです。2人目のお客様はバンババン選手。攻めの鋭さと器用さを持ち味に数々の大会で活躍を続けるマルチ格闘ゲーマーです。今年1月ドラゴンボールファイターズ特集でご来店いただいたお二人。今夜はギルティギアシリーズ最新作ギルティギアストライブを特集。まずはこちらのトピックから。10月30日、31日に開催された公式大会ギルティギアデュエルオンラインシャープ1の話題から。こちらの大会では数の子選手が5位タイ、バンババン選手が25位タイという結果でしたが、感想をお願いします。2キャラ使って大会に臨むっていうのを初めてやったんで、最初はチップだったところに、そうですね、そこに新キャラのジャックを、一緒に使って、かなり手応え感じたので、だいぶいい経験になったかなと思いましたね。一つすごい印象に残ってる試合があって、たかしさんっていう、僕と同じソルっていうキャラクターを使ってるプレイヤーがいるんですけれども、ギルティギアのこのストライブが出て最初の頃からすごい活躍している選手で、でも誰に聞いてもたかしさんって誰これっていう感じで、謎の人物みたいな感じですごいネットで話題になってたんですよ。ずっと1本取って1本取られてみたいな感じでいい勝負だったんですけど、一番最後にうまく読み合いに勝って勝利できたのが結構記録に残ってるなっていう感じですね。なるほど。同キャラ戦、素性のわからないオンラインファイターと。それすごいですね。四年隊じゃないですけどそんな感じの逸脱してないじゃないかっていう。そして大会といえば、今年から来年にかけてアークレボ2021が開催されていますね。世界3地域で開催となっていますけれども、日本案の韓国大会は2月の予定となっています。そうですね、僕も出ようかなと思ってますね。日本対韓国とかあんまりやったことない企画だと思うんで、大体日本勢が前のシリーズのギルティギアシリーズだと、日本勢が最強みたいな、流れが多分世界中で認識されてたと思うんで、ただ今回ストライブになってから韓国勢もすごい強いプレイヤー多いんで、ちょっと日本勢の意地を見せて優勝したいですね。もし参加できる日程だったら絶対出たいですね。あと先日韓国とその日本の10-on-10の対抗戦があって、それで日本が負けちゃったんですよ。そうだからその雪辱を晴らすじゃないですけど、日本人仮に僕じゃなくても優勝を日本人が取りたいなとは思ってますね。韓国勢どうですか？その敗れたっていう話があったんですけど、どういった選手が強いとか。もうそれはダルさんですね。ダルイノさんっていう人が昔からもうハンドルネームのイノっていうキャラクター使ってるんですけど、本当に全部高いクオリティで仕上げていて、世界で一番強い人が多分ダルさんなんじゃないかなって思ってますね。マルチプレイヤーとしてですね知られるお二人なんですけれども、ギルティギアシリーズとの付き合いっていうのはどうなんですかね？長いんでしょうか？僕は10年以上ギルティギアシリーズやってきてるので、ギルティギアを始めたきっかけっていうのは一体どんなところにあったんでしょうか？そうですね、高校2年生ぐらいの時に、友達と結構一緒にゲームして遊んでたんですけど、その時初めて対戦格闘ゲームを持ってきたのがギルティギアシリーズで、そこで友達と
対戦して友達を倒してたら、次知らない人と対戦してみたいなってなってゲームセンター行くっていう流れですね。アクセントコアとか前作のイグザードとかすごい浅瀬でパチャる分にはやってたんですけど、大会とかに出たことは一回もなくって本格的にやり始めたのがこのストライブからですね。新しい格闘ゲームが出たら基本的に触るようにしてるんですけど、なんか今回のギルティギアは今までのそのギルティギアとは違って、あとの新しいシステムを取り入れたりとかすごい興味持ってたんですけど、6テストやってみたらすごいゲームも面白いし、あとネット対戦がもうめちゃめちゃ快適で、韓国とか中国の人とかなんならシンガポールとかオーストラリアの人ともやってもなんか快適に対戦できて、このゲームマジですごいなって思って、なるほど。それでハマった感じですね僕は。お二人このゲームに関してどういう印象を持っているんでしょうか。かなり攻めが強いゲームで、他のゲームだったらあんまり減らないようなダメージ出ないような場面でも、このゲームだと一気に体力半分なくなったりとかするんで、ゲームスピードも速いしすごいその攻めのリターンも高いんで、もう常にヒリヒリする読み合いができるっていう印象ですね。なるほど。このゲームのめちゃめちゃいいところだなって思ってることがあって、その前作とその勝ってる人が結構多分変わってるっていう。確かに。なんか普通格闘ゲームって前作強かった人がその次回作も強いみたいなのがそれが当たり前だと思うんですけど、それだとやっぱ新規の人が入りにくいと思うんですよ。だからなんか多分メーカーさんもそこを意識多分したのかと思うんですけれども、すごいゲームシステム大きく変えて現実に新しい人が参入してきてるんで、それは本当にいいことだなって思いますね。そしてなんといっても強キャラを見抜く能力の高いバンババン選手がどのキャラを選ぶか気になるところですが、お二人が使うキャラについて一言ずつお聞かせ願えればと思います。そうですね、僕が使ってるキャラクターソルっていうキャラクターなんですけど、技のモーションとかキャラの性格とかがすごい好きで、僕ひょっとしたら格闘ゲームで初めてそのにキャラの強さとかに関係なく好きで、このストライブっていうキャラゲームの中ではすごい強いキャラクターなんですけど、弱くなっても使い続けたいなって思えるくらいキャラがかっこいいんで。キャラ愛的な感じですか？そうですね、ひょっとしたら初めてキャラ愛っていうのを感じることができたキャラクターかもしれないです。すごくないですか？初めてキャラ愛に。いや僕バンバンバンさんの発言ちょっと黒目に見てて、黒目に見てる、前のバージョン調整が入る前のストライブ、一番最初のストライブのバージョン、その最強キャラ最強でしたよね。圧倒的に強かったです。これ多分嘘だと思います。いや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 、キャラ性能でやるんで。本当にキャラ愛だから、たまたまそれが最強キャラだったっていう。あ、そうですね。たまたま最強キャラ。後付けの顔最強キャラでも選んでる。俺もちょっと今グレー。いやもうグレーしてる。本当にこれは信じてほしい。本当に信じてほしい、もうこれは。で数の子選手いかがですか。チップも選んだわけですけれども。そうですね。チップかなりそのスピード速いキャラで、自分の攻めるのが好きなのと全くこうかなり合致してるキャラクターだったっていうのと、ソルの次にチップがその強いバージョンがあったんで、その時はやっぱり強いキャラ選ぼうかなと思ってたんで、でジャック・オーは、一番かなり後から出てきたキャラクターなんですけど、出た当初、使い方が難しすぎて。もう完成形が全然見えない感じだったんですよ、戦い方が。その完成形が見えてくるまでちょっとたくさん練習してやってみて、気づいたらもうかなり使ってて面白かったってことですね。そう、超面白かったんで。8月にその新キャラクターのジャックを追加されました。そして10月にバランス調整が行われ、11月にはまた新たな DLC キャラクターハッピーケイオスが追加されたわけですけれども、この辺りいかがですか。今回ストライブのダウンロードコンテンツで後から追加される新キャラクター、今まで全部難しかったんで。というか挑戦的ですよね。全部のキャラクターが今までの格闘ゲームにないシステムをとにかく入れてやろうっていう専用のゲージを持ってたり、ディキンソンはセキュリティゲージみたいなのがディキンソンは一つの技が8種類あるって格闘ゲーム史上初めてじゃないですか。ベキモスタイフンって技があるんですけど、コマンドが半回転してボタンなんですね。半回転してボタンって格闘ゲーマー的に言ったら大体前から後ろか後ろから前なんですよ。確かに。ところがそのディキンソンとかやつは下から上とか上から下とかもある。それぞれ技が違うっていう。
それを使いこなす強いキャラクターで、でも使えたらすごい楽しそうですね。そうすごいんですよ、面白いんですよね。ハッピーケオスに関しては発表された時、僕その発表された現地にいたんですけど、はいはいはもう会場の盛り上がりがすごくって、配信でもなんかうおーみたいな感じになってて、すごいこういうキャラクター出てきての嬉しいなって思いましたね。さっき和の子さんも言ってましたけれども、かなり特殊なキャラクターになりそうなんで、銃弾を撃つキャラクターなんですけど、なんか弾数が6発あって、それが減っていくから多分弾の数の管理とかが多分大事なキャラクターなんだろうなっていう予想ができたりとかして、強いキャラだと嬉しいんですけど、そして数の子選手、今年2月に第1子がご誕生されたそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。お父さんになっていかがですか？だいぶ可愛いんですけど、逆にその大会もっと頑張りたいなっていう風になりましたね。守るものができましたね。勝てば勝つほど息子が喜ぶんじゃないかっていう図式になると思うんで、できれば今のうちに大会をどんどんいい成績出して、息子に自慢できるような実績を積み続けたいなと思います。なるほど。ちなみに格ゲーお父さんネットワークみたいなのあるんですか？プロ格ゲーマーの妻のネットワークみたいなのがかなりあるみたいなんで、そこで何言われてるかわかんないんですけど、家事とかやります？ちょっと手伝ってるぐらいですけど、具体的には皿洗いとかですか？お皿洗いしてる洗った方がいいな。家事に入りますかね。最近抱っこをせがまれるようになったんですけど、抱っこしてほしい時はこっちに両手を広げてこっちに歩いてくるんですけど、抱っこしちゃうようになって練習する時間多分削れてますね。そりゃそうだけどずっと家にいるんで嬉しい反面、ちょっとこれどっかでちゃんとこう気を引き締めないとちょっとゲームの実力が下がってっていう感じになっちゃうんで、それをちょっと自分をちゃんと律して自分を律して抱っこしないを選択するんですか？いや一生抱っこしちゃうんで、ここからこの時間までは子供と触れ合おうとちゃんと決めて、なるほど、スケジュールを決めていかないといけないなっていうのを感じますね、最近。漫然とやってはいけないと。そうですね。そうですよね。先日行われましたレッドブル組手ラスベガスにはバンババン選手がね出場されました。これ振り返ってみていかがでしたか？僕はすぐ負けちゃって本当に結果自体は悔しかったんですけど、トーナメントに参加している人と交流できたのはすごい良かったかなって思いますね。なんかちょっと自分の英語力が上達したのが実感できたっていうか。どうですか、久しぶりにこう海外行ってみて印象に残ったプレイヤーっています？これは大会に参加してないプレイヤーで、そのストリートファイターのメナっていうプレイヤーがいて、ドミニカ共和国のカプコンカップと世界覇者ですよ。まず空港でメナと会って、なんか速攻メナがホテルのチェックインの時にパスポートをなくして、それでなんか一悶着とかあって一緒になんか探したりとかして、これがなんかと仲良くなって、向こうからそのなんか DM が飛んできて、俺もギルティギアめっちゃやってるから自信あるから勝負しようぜとか言ってやってるから、まあでも言ってもストリートファイターメインのプレイヤーらしいいけるっしょとか思ったんですけど、スコスコに僕やられて、メナはストリートファイターのそのレッドブル組手ラスベガスで招待されてたんですけど、ずっとギルティギアの後輩にずっと対戦してるんですよ。でスト5やらなくて大丈夫なのとか聞いても、いや俺はギルティが好きだから今はお前らと対戦したいんだって言ってきてくれて、ラスベガスで対戦した海外のプレイヤーの中で一番強かったですね。出てないのにメナが一番印象に残ったんだ。それは面白いですね。そろそろ仲良しなお二人の真剣勝負を見たくなってきました。対戦見せていただいてもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。2試合選手制で対戦していただきます。数の子選手 VS バンババン選手。前回ドラゴンボールファイターズの回の時にバンババン選手が勝ってるという組み合わせなんですよね。そのあたりについても一言ずつ伺っていきたいと思います。そうですね、今日この日のために生きてきたんで必ず勝ちたいと思います。頑張ります。前回勝った時すごい気持ちよく帰れたんで、今日もボコボコにして気持ちよく帰りたいと思います。お願いします。じゃあ見ていきましょう。機動力の部分ではこのチップ非常に足が速くリーチも長いので、それを使って触っていく。
対するこのソル、バンババンのソルは一発のパワーがありますね。火力があるキャラクター。ギルティギア非常に攻めが強いんで先に触れるかどうかは重要ですが、ここは対空しっかりバンババン画面足だから、ここはすぐさま敵技で切り返していくのは数の子です。お互いにバーストを使っていく、さあしっかりロマキャンから高いつなぎでしたが、落としたところしゃがみ系下段で崩したのはバンババン。ギルティギアはその体力の下にある、水色っぽいゲージ、あれが溜まるとバーストといってやられてる時もコンボから脱出できるという、お互いに1回ずつ使ってるんで途中で溜まるでしょう。ワンデッドリボルバーパフニール、画面足を追い詰めてるのはバンババン。逃げるか、うまい、2段ジャンプするか、おっとここで対空、しかし崩したのは数の子です。これはちょっと発射の距離が遠かったか。ロマキャンからコンボを伸ばして壁を駆け上がりながら貼り付けて、このダメージめちゃ減る。ウォールブレイク、これによってダメージは高いんですけれども一旦仕切り直しになります。ただね、壁を割った側はポジティブボーナスといってテンションゲージ、下のゲージが溜まりやすくなるんで攻めやすいが、ロマキャンバーストが溜まっている。ここでバースト、確定バーストしっかりと見ていた、避けている。バーストがあるぞ、どこで駆け引きする。バースト読むが入らず、これで伸びるか。うわー、バースト、紫ロマキャンでバーストを回避した。見事数のこの素晴らしいプレーが決まってお互いにラウンドを取り合いました。バーストという点ではバーストゲージは数のこの方が結構溜まってますね、半分ぐらい。このラウンド中に使えるかどうかという感じ。チップは非常に防御力が低いんで場合によっては一気に終わってしまいますが、ボルバーおっと裏にいるガードが非常に難しい。MIP を使って演奏を返したのはバンババン。おっとジャンプハイ投げて崩していけるか。オーロマン崩した。バーストもないのでそのまま倒しきることに成功。まずはバンババン。1本目はバンババン選手の勝利。画面越しに追い詰めてから逃がさないジャンプハイスラッシュによる空対空が見事でしたね。先手を取ったのはバンババンとなりました。ここで数の子キャラクターを変更しましたね。ジャックオーだ。今度はジャックオー。このキャラクターはすごい特殊で、古文を呼び出してそれを投げたり蹴っ飛ばしたりして、飛び道具として使ったり、その古文を設置することでそこから攻撃させたりということで、サーバントと呼ばれる古文との同時攻撃、これで戦いを組み立てていくキャラクター。ただそのパワーとか火力の部分はソルと比べるとちょっと非力ではあるんですけれども、その分画面を制圧することができる能力がありますね。途中でサーバントを動かしながら技から技へつないでいく。さあここも連携を組み立てていきます。1つ崩した。これバーストで返していくのはバンババン。ロマンキャンセル、サーバントを時間停止中に設置しますが、暴れている。位置が入れ替わりました。このようにサーバーと蹴っ飛ばしたり投げたりする。そして攻撃指示を出して波状攻撃を仕掛けていきます。数の子いいペース。またしてもサーバントを投げて攻撃指示から防御指示はロマンキャンセルでガードキャンセルして返していきますが、体力リードはバンバン。おっと暴れている。壁際だ、画面足だ。脱出できるか。ダッシュで紫ロマンナック打ち投げ抜けているが、しかし状況は数の子有利。サーバントを投げる。攻撃指示投げる。波状攻撃、これが非常に苦しい。ラウンド先行は数の子。このラウンド中にお互いバーストはたまりそうです。攻撃指示からアイスラーダンスを見せて攻め込んでいきます。画面足サーバント攻撃で消せるんですが、この数の子の距離感がいいですね。バースト読んでいる。さあ攻めが終わりません。残るが投げ。2本目は数の子選手が勝利。1対1、運命の3戦目。数の子ジャックオーがバンババンに対して逆襲。さあこれで決定戦3試合目です。サーバントはこの画面の下のテンションゲージの上のゲージ、これが必要ですね。これを3分で消費して使っていく。満タンですからこれを出してと。そして投げてくるサーバントを投げるところをしっかりと潰して、めちゃくちゃ減ってると入れ替えた。
投げて入れ替えるのは数の子です。ここから逆襲できるか。さあマントを設置しつつ防御指示。だからここはボルカニックバイパーで割り込んでいきます。しかし無駄付き4番キャンセル。さらに攻めがつながる。壁際ボールブレイク。体力は残っていますが、しばらいロマンキャンセル、攻め込んでくるところにリーチの長い下段攻撃で迎え撃った数の子。これでリーチ挟み込んだ。こうなると強い。ただサーバントのゲージはないぞ。このタイミングでなんとかしたいが、回復。サーバントを投げる。一生古文が出ているぞ。どうする。さらにここはサーバントをテンションゲージを使って強化するという技を使いましたね。サーバントがすごい残っている。すごいどうする。削りがやばいぞ。数の子ラッシュ。集団下段崩している。残っているがバンバンどうする。防戦一歩。足払いロマンキャンセル。最後まで数の子の攻めが終わらなかった。エキシビションマッチ勝者数の子。見事勝利を果たした数の子選手、いかがだったでしょうか。2キャラ使うっていうのを今回ちょっとこの緊張する場面でできたんで、すごくいい経験になったっていうのと、めちゃくちゃ気持ちよかったです。ありがとうございましたはい、ありがとうございました。そして惜しくも敗れてしまったバンババン選手、いかがだったでしょうか。いや数の子さんがめちゃくちゃ気持ちよかったですって言った瞬間、めちゃめちゃ悔しかったです。ありがとうございましたはい、ありがとうございました。ジャックコーデのね2連勝というところで、どのあたりがこう重要でしたかね。そうですね、ジャックを一旦自分が攻めに回るとかなり強いんですけど、サーバントがいない状態で相手の攻撃を、ガードさせられて画面端に追い詰められるとかなり逃げるのが難しいキャラクターなんで、一回その場面来たんですけど、そこをうまく、自力で脱出できたんで、そこがかなり勝敗の分かれ目になったかなと思います。で僕がダウン奪った時に、数の子さんにうまくフォルトレスディフェンスを使って逃げられちゃったのが敗因だったのかなって感じてます。ジャック王の立ち回りの強い部分だけがこう発揮されたというかいう感じでしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日も閉店のお時間となりました。はい、ことわすいかがだったでしょうか。お二人の関係性もよく見えてトークも楽しかったですし、ギルティなんといっても壁割り爽快感が半端ないので、私も壁割ってみたいなって思ったのと、バンババン選手のキャラのセレクトについては今後も見守っていきたいなと思いましたもうそこだけは信じていただいて大丈夫です。絶対ソル使うんで。はい、ありがとうございます。ハメジュンの最後のプロゲーマー同士の対決とかって大体僕負けてるんで、ぐっすり寝れそうです。ありがとうございます。はい、よかったありがですとうございます。話してる時は本当に楽しくて、いい人だなって思ってたんですけど、やっぱ一緒にいると幸せだなって思ったんですけども、隣に座ってる人が喋れば喋るほど悔しい気持ちが湧いてきていやでも自分が弱いのが悪いんで精進します。ありがとうございます。リベンジ待ってます。はい、ということで今夜のかぐや喫茶アメジュン、お客様は数の子選手とバンババン選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回鉄拳7特集、ゲン選手&ノビ選手がご来店。お楽しみに。